こんにちは、アンナスです。今日はサテンステッチの刺繍の仕方を説明しようと思います。今回はちょっと何回かに分けて説明しようと思うんですけど、今回は丸とか三角とかシンプルな形の刺繍を説明します。それでは手元の方にどうぞ。今日はサテンステッチの刺繍のいろいろなやり方を説明したいと思います。サテンステッチで埋めるって言っても丸だったり三角だったり四角だったりいろんな形を埋めなきゃいけないんですけど、その時にどういう風に刺すかっていうのがそれぞれちょっとずつポイントが違うので、今日は、それを詳しく一つずつ説明していこうと思います。で、まず、基本的に丸いものを刺す時ですね。こういう時は、真ん中に基準を1本入れます。今日は玉留めで始めてます。なんで真ん中から始めるかというと、刺繍糸って絶対まっすぐにしかならないので、端から塗り絵みたいにこう塗りつぶして埋めていこうとするとちょっとこの端っこが難しいので、基準を入れてで半分ずつ埋めます。隣に差し広げて埋めていきます。で、丸の刺し方は前に小さい丸を上手に刺す方法か何かでやったと思うんですけど、上行って下行って交互にやるっていうことも可能なので、どちらでもいいです。もうそれは人によってやり方は違うと思うんで、とりあえず基本的には半分埋めてからもう半分埋めるっていう感じですね。で、半分までいったら最初の位置に戻ってきて下半分も埋めます。はい、ではこういう感じで出来上がりです。では次に行きます。はい、では、三角の刺し方ですね。大きい三角と小さい三角があるんですけど、小さい三角は例えば動物の耳とかちょっとしたスペースをちょっと埋めたい時は、まず端っこ、刺繍糸がまっすぐになるのでここの直線から始めるんですけど、左右をもう先に刺しておくんです。で、中を放射状に埋めるんですけど、こうやって同じ穴に全部集中させてしまうとここの部分がモコモコになってで穴も大きくなってしまうので、ちょっと抜きますね。まずガイド線を入れて、で一回この穴は置いておきます。なので、この少し下、この V になっているこのちょっと下に針を刺して放射状に埋めていきます。一応頂点はあるので、頂点に刺している気分でここの穴には刺さないで、このちょっと下に入れて埋めていきます。で、最終的にここが今へこんでますね、この頂点が。なので、真ん中にドーンとこのさっき作った V の同じ穴か、ちょっと上に刺すような感じで仕上げにすると、ここに変な空間が空いてたのが綺麗に埋まります。っていうのが、小さい方の三角形の埋め方ですね。で、大きい三角形は普通に下から順番に横にオーソドックスなサテンステッチの刺し方って感じですけど、なので、ここの頂点になると結構ちっちゃいステッチになるんですけど、頑張って埋めていきます。
この頂点の方は本当にちっちゃい点々になるんですけど、頑張ってちっちゃい点々で埋めてください。これを割と大雑把にすると先が綺麗にいかないので、本当にこれぐらい、もう点ぐらいの感じで入れます。っていうのが、これが三角形の刺し方です。では次に行きます。四角を刺していきます。四角は、その図案によっていろいろなんですけど、だいたい1センチ以内だったらどっちでもいいので、これだったらちょっと横に長いからできるだけ短い方を探して、正方形だったらどちらでもいいんですけど、刺繍糸がまっすぐになるから端から順番に、横でもいいです。それはその図案によってちょっと考えてやってください。だから長方形になる場合、例えば横長のこういう長方形だった場合は、ここの下の長さが長くなってしまうんで、1センチ超えるとロング&ショートにしないといけないんで、なので、そういうものは短い方を選んで刺していくんですけど、これの場合だったらどっちでも大丈夫ですね。とりあえず縦にもうずっとこうやって埋めていきます。で、細くて長いものとか、だんだんこう向きがちょっとずつこう斜めになってきたりすると思うんですけど、そういう場合はガイド線をちょっと入れると安心です。2、3針先にもう先にあらかじめこうやって入れといて、で戻って間を埋めると平行が保ちやすいっていうのと、あと幅が多分だんだんやってるうちにちょっとずつ内側に入っていったり、だんだん大きくなっていったりとかすると思うんですけど、そういうのも防げます。なのでガイド線はあんまり遠くに刺すと意味がないので、ちょっと先に刺すっていうのがいいですね。あんまりこれぐらい飛ぶとあんまり意味がないので、ちょっと先、本当にこれぐらい2、3、4、5針ぐらい先でガイド線を作ってから中を埋めていきます。別にこれはできないっていうか、平行にならない時の修正のことなので、隣に普通に刺すっていうのが一番ベターな普通のやり方になります。はい、では四角ができたので次に行きます。はい、台形の刺し方を説明します。四角と台形はよく似てるんですけど、ちょっと違うんですね。下からこうやって積み上げていくっていう方法もありますけど、縦に刺したい時をちょっと特殊になるので、そちらの方を説明します。もう横に刺していって上に積み上げる分に関してはさっきと同じ普通に端からです。で、このまま普通に平行に刺すとだんだんこう斜めになってしまいますね。で最後ちっちゃい点々になるみたいなことは嫌なので、端っこがここでこの状態で最終的に終わらせたいっていうやり方です。こういう時はガイド線を入れます。ざっくりでいいんで、さっきの四角みたいに刺繍しながらガイド線入れるっていうのも全然ありです。とりあえずこういう感じで刺していきたいなっていう風にしますね。で、間を埋めていくんですけど、どうしてもやっぱ台形なので上のこの辺の長さと下の辺の長さが違うってことは、こうやって平行に刺していくとここの上の部分がモリモリになってこう刺繍がちょっと厚みが出てしまうので、下は普通に隣に刺すんですけど、上を刺す時にちょっと針1個分下げます。でまた下はもう普通に刺していってくださいね。また針1個分ぐらいちょっと下げたところに刺します。
っていうのをやると上がモリモリにならない。で、2つ下げたらもう限界ですね。これ以上も無理なんで1つか2つにしておいてください。そしたら元の最初2目作ったんですけど、その隣に刺すとこの少しずらしたカクカクした部分が今のステッチで全部隠れます。でまた次ちょっとずらして刺す。ちょっとずらして刺す。でまたこのカクカクしてるのを全部かぶせるようにステッチを入れると綺麗にパッと見た時にこう平行に刺してるように見えるし、上のところがこうモリモリしないで済むので、これはたまに入れる感じでいいです。その数決まってるわけではないんで、今一番長いのちょっと短いのさらに短いの入れてからまた長いの入れたんですけど、それを全部入れなくてもいいです。例えば今だと一つだけ入れてもう上に刺してしまったりとか、ちょっとしばらく平行になりそうだったらもう普通に刺していってもらったりとかしながら、やりながら微調整する時に使うって感じで、短いの入れるのを、ちょっと自分の刺繍を見ながらどの程度入れればいいかなっていうのを加減して作っていってください。はい、では台形が出来上がりました。今週はこの4つの説明で、来週もう一回あと4つ刺し方を説明しようと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。